こんにちは、ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビにダニが発生してしまった時にどうすればいいのかというのをお話ししたいと思います。ボールパイソンにとってダニというのは天敵で、もう発生させないように気をつけていきましょう。こういうケージだと発生しやすいので、より気をつけて、そういうケージで飼う場合はより気をつけていきましょうというのを別の動画でお話ししたんですけども、それでも発生してしまった場合、何らかの理由でダニが増えてしまった、ダニを見つけてしまったという場合にどうすればいいのかというのを話をしたいと思います。ダニはですね、ゴマよりもはるかに小さい、そして薄いので最初は気がつかないかもしれないんですけど、増えてきた時になんか黒い点々が落ちてる、黒いポツポツがくっついてる、水入れの中にゴマよりちっちゃい黒いのがなんか何個も浮いてるということに気がついた時、それは大体ダニですね。ダニが出てしまった場合にどうすればいいかという対処の一つ目は、動物病院に連れて行くのが一番確実だと思います。エキゾチックアニマルって看板に書いてある動物病院とか、爬虫類見ます、ヘビ見ます書いてあるホームページに書いてある病院に連れて行くと、ダニだったらこういう対処をしましょうね、こういうお薬を飲みましょうねという処方をしてくれると思うので、それが一番安心なんだと思うんですけれども、ダニ駆除の薬というのは別で買うこともできて、動物病院に行くことができないとか早く何とかしたいという場合にこういう方法もあるよというのをご紹介したいなと思います。ダニ駆除の薬はいろんな種類があるんですけれども、うちで使っているのはこのフロントラインという薬ですね。これはね、どこだろう、フランスの薬だったような気がしますが、もともとは犬とか猫に使うのダニに使うものなんですけれども、フィプロニルという成分でダニを駆除しています、ね、こういうの Amazon で買えますが、ホームセンターとかだと多分ね買えないと思いますね。動物病院か、そういうインターネットで買うことができると思います。で、使い方なんですけど、フロントラインはすごく安全な薬らしくて、生体に直接かけても問題はないと言われています。でもこれ使うとですね分かるんですけど、かなりイソプロパノールっていう、アルコールのこの匂いがきついんですね。この匂いがボールパイソンにとって良くないという説もあって、直接かけてもそれでダメージを負うことはそんなにないというふうにも言われていますが、うちでは直接かけるのではなくて、キッチンペーパーに吹きつけてしごいてあげています。こんな感じでやってるよっていうのを実践したいと思いますので、でもフロントラインは今日は使わずに、この水をですね、フロントラインに見立てて使っていきたいなと思います。キッチンペーパーとか柔らかいものですね、柔らかいものを用意して吹きつけてあげる。で、この時に本物のフロントラインを使っているともう刺激臭がすると思うので、この刺激臭を少し飛ばしてあげる。フィプロニルっていう成分をイソプロパノールで混ぜて溶かしているんですけど、アルコールなのでこうやって振ったりしてるとイソプロパノールは揮発します、なくなってしまうんですけど、ちゃんとフィプロニルっていう有効成分は残っているので大丈夫です。なんか乾いちゃったからもう効かないんじゃないかとか、そんなことはないので、よくちゃんと飛ばしてあげてから使ってあげると良いでしょう。十分にアルコールが飛んだら、こうやってしごいてあげるんですけど、見えますかね。やだよね、ごめんね。軽く握ってあげるとボールが自分で進んでくれるので、それを誘ってあげるのが一番いいんですけど、こういう感じで進んでくれない進んでくれない場合は、こうやってしごいてあげます。こうね、こういう感じで、目より後ろでやってます。で、ダニが目に入ったりもするんですけど、あとは鼻の方に行ったりもするんですけど、やっぱり感覚器官の一番先端みたいなところはなかなか触らない方がいいと思うので、この目の後ろあたりからこんな感じで軽く握って、触れればいいので、要は薬剤がなんかギュッとやってこそぎ落とすみたいなのは考えないでいいですから、触れれば良い。こんな感じでこすってあげて、
軽くこう頭も添えてあげるぐらい押してあげるといいんじゃないかなと思います。最初にも言いましたけど、直接吹きつけても大丈夫だっていう人もいるので、そんなに怖がらなくて大丈夫だと思います。こんな感じかな。でこれを2、3日に1回1週間効果が持続しますって書いてあるんですけど、直接噴射してるわけではないので、2、3日に経ったらもう1回しごいてあげたりとかしています。でダニの卵みたいなのには効き目が弱いみたいなので、1回で大体落ちたわと思っても1週間後にもう1回やってあげると、その卵からかえったダニの赤ちゃんみたいなのをもう1回駆除できると思いますので、1回で終わりっていうよりは2、3日に1回やって、1週間経って最初から1週間経ったらもう1回やってというのをしてあげるといいと思います。もうダニが目に見えて発生しているという環境の場合は、これ1回やるだけで次の日にはもうダニがポロポロ落ちてるのが見えると思いますので、それぐらいの周期で何回かやった上で、ダニが見えなくなった、出てこなくなった、ダニの死骸が落ちなくなったというまで続けてあげると良いかなと思います。うちではですね、もう頻繁に輸入をしているので、ダニが出ないようにはすごく普段から気をつけているんですけど、やっぱり輸入すると何があるかわからないわけですね。ダニなんていないよっていうブリーダーと付き合っているんですけど、それをこう発送するにあたって中継地に1回来るときに、他のヘビがそのダニを持ってるかもしれないし、一緒に飛行機に乗ってくるわけですよね。でまた空港に着いた後では動物室っていうところで保管されるので、そこにもいる可能性があるわけですね。全部ずっとうちの子しかいなくて、そこだけで繁殖をしてっていう場合はダニが発生する可能性っていうのは低くなるんですけど、うちみたいにもうアメリカからドイツからオランダからフランスからイギリスからヨーロッパから常に新しい環境から来る場合は、もううちのお店に来た時に、またあるいはうちのファームに行く時には必ずこれを予防のためにもやって、ダニが発生しないように、発生した場合は、それが広がらないように水際作戦で止めています。ダニはですね、ボールパイソンにとっては大きなストレスの原因になりますし、あるいは病気の媒介する場合もあるので、発生させないということと、発生した場合に早く駆除してあげるということが大事になっていきます。いろんな方法がありますけど、バポナっていう薬剤を使ったりとか、あるいはお酢を使ったりとか、いろんな薬剤はありますけど、うちが一番危険じゃなくて、効果が高いなと思っているのはこのフロントラインという薬なので、ダニが出ないように注意しつつ、もし出てしまった場合はこういうものもあるよというのを参考にしていただければいいかなと思います。外から帰ったら手を洗うとか、あるいは生き物系のイベントに行った後っていうのは、そういうダニがもしかしたら自分の体にいるかもしれないっていう意識を持っておくとか、そういう基本的な取り組みでかなり発生は防げますので、ボールパイソンの健康のために、安全のために意識と対処を持って一緒に暮らしていってほしいなと思います。当店の生態在庫状況は概要欄にあるホームページからご覧ください。